こんにちは、ハカです。先日ですね、α7-4 の、基本の木ということで、大まかな概要をお伝えしたんですけれども、今回は一歩進んで、こちらのカメラのメニュー画面をお伝えしたいと思います。で、今届くの待ってるなんて方も非常に多いかと思うので、参考になるかなと。届いたらすぐ使いたいですよね。で、そんなメニュー画面でちょっと気をつけるべきポイントをおさらいしていきたいなというふうに考えてるんですよ。α7S3 からメニュー画面刷新されたので、今 α7-3 とか α7C をお使いの方なんかは、結構戸惑いがあるかもしれません。使いやすくなってるとは思うんですけどね。あと、ソニーのカメラ初めてだよっていう方は、あまりにも項目の多さにちょっととっつきにくい印象を受けてしまうかもしれないんですよね。特に新機能はきちんと設定画面でオンにしてあげる必要があります。全部やると長くなるので、大まかなところ、かいつまんでやっていきましょう。では、行ってみましょう。まず前提としてですね、静止画と動画の切り替えスイッチ、これを変えるとメニュー画面も変化するんですよ。こちらにそのメニュー画面出していきますけど、まずメニューを開いたときに、一番最初、画質ということで、これ、カメラの形のマーク出てるじゃないですか。これが写真、静止画のモードだよっていうのを表してます。で、画質に関しては、こちらですね、JPEG 選ぶのか、RAW 選ぶのか、そういったものを設定できるんですけど、Apple、iPhone でおなじみの HEIF という、形式も選べます。で、アスペクト比があったり、あとはここで一応動画の記録方式も選べます。このメニューに関しては静止画、動画両方で選ぶことができるというわけですね。あとはノイズや色空間などですね。あとここに大事なのがレンズ補正ですね。レンズ補正、ソニーの純正レンズ使うときは基本オートにしておけば問題ないかと思います。次にメディアですね。SD カードのフォーマットもあるんですけど、大事なのはここかなと。スロットが2つあるので、その振り分けというのができます。私の場合なんですけど、スロット1に RAW ファイル、スロット2に JPEG ファイルというものを振り分けて記録するようにしています。動画ファイルも SD カード1に記録してますね。次に USB ストリーミングの設定。これ α7-4 からの新機能ですね。解像度、フレームレートに関しては、フル HD、4K という設定ができるんですけど、4K だと 15p なので、フル HD の 30p、60p あたりが使いやすいところかなと。あと、同時に動画記録できるかどうかっていう設定もあります。次は、このシャッター、サイレントモードですね。サイレントモードなんですけど、これを入りにすると、電子シャッターだけの運用になります。メーカーシャッターが動かなくなるので、音が非常に静かになるということですね。では続いて露出色のタブ見ていきましょう。こちら露出なんですけど ISO 感度の設定範囲を決めることができます。今最大にしているんですけど ISO50 の、上限が204,800ということで、例えば ISO あんまり上げたくないなってなった時は、64,000とか51,200とか、高感度撮影よりもノイズが出ないように切り替えるっていうやり方もありだと思います。次にホワイトバランス。これはですね、どちらかというとファンクションに入れておいて、その都度設定するのがいいのかなというふうには感じてるんですけど、ホワイトバランス自体をですね、このオートから、マニュアルにすることもできますし、この色温度とカラーフィルターということで、非常に事細かく設定することができるんですよね。で、これでぐーっと青に寄せたりとか、逆に赤っぽくしてみたり、オレンジ、緑、黄色みたいな形で寄せることもできるんですよ。次にカラー、トーンのところを見てみましょう。ここも結構重要です。ピクチャープロファイルというものがあります。で、PP と表されてるんですけれど、これがですね、中身を見るとガンマとカラーモードが変わってるんですよね。PP1 は、ムービーということで自動で動画を撮るっていうモードにはなってたり、PP2 がスティルということで写真向けの色空間、カラーモードという形だったり、シネマというところが結構多いんですけど、よく使われるのは PP9 の SLOG3 というものですね。で、PP10 は HLG ということで、ハイブリッドログガンマ
これは HDR 撮影をするときに使うモードになります。そして PP11。私は普段よくこれを使ってるんですけど、S シネトーンという、シネマっぽい映像なんですけど、S ログみたいにガチッとカラーグレーディングしなくても、取って出しでもある程度綺麗にしますよっていうモードだったりします。そして美肌効果。これも面白いんですよね。ローとかハイとかミッドとか結構変わります。ほんのりローぐらいで入れとくのが自然な感じでいいのではないかなと。では、フォーカスのタブを見ていきましょう。で、AF 被写体追従感度というものがあって、写真の時は基本敏感という形で、もう次から次へと別のところにピント合わせるっていう撮り方をするときはこうですし、逆に一つの被写体をしっかり追ってって、その被写体が動いても、そこに粘ってピント合わせていきたいというときは、これを1、粘るの方にしていくっていう感じでしょうか。ちなみに私はシャッター半押し AF は切りにしてまして、その代わり親指だったりレンズ側のホールドボタンにフォーカスを割り当てているという感じですね。でフォーカスエリアも選び放題ということで、これも基本ファンクションから飛んでくることが多いのかなというところですよね。でここはやっぱりソニーのカメラの特徴として顔瞳 AF の設定。でこの顔瞳検出対象が人物、動物、鳥というところがこの α7-4 のすごいところ。鳥を撮るときにはちゃんとこちらに合わせておきましょう。そして右目、左目選択なんてものもあります。オートにするとどちらか近い方の目に合わせるような形ですね。この機能私すごい好きなんですよ。ピント補助機能。これマニュアルフォーカス時自動ピント拡大入れ。これにするとどうなるかっていうと、レンズをマニュアルに切り替えてフォーカスリングを回します。するとですね、こう自動的に拡大してくれるんですよ。で、シャッター半押しにすると元に戻る。この挙動が素晴らしいなというふうに思います。これ便利ですよ。再生画面のタブはそんなに設定することないかなと思って飛ばしますんで、ネットワーク機能、これはですね、スマートフォン接続機能っていうのがトップに来てるんですが、アプリでこちらのカメラリモートを行いたいなんていう時はこれを使います。あとはこういった Bluetooth リモコン使いたい時はこちらの Bluetooth の設定が必要ですね。で、一通り設定終わったのかなと思って一番下のタブに、セットアップって言ってるんですけど、実はここが一番項目が多かったりするんですよ。で、この操作カスタマイズの部分、ここが皆さんいろいろこだわりのある部分だと思うんですよね。これ見てくださいよ。ソニーのカメラですね。基本全部のダイヤル、全部のボタン、カスタマイズ可能なんですよね。で、私があえて割り当てている部分としては、C1 にズームだったりとか、あとはそうですね、この C2 ですね、録画ボタンの隣にあるボタンにピントの拡大を割り当ててて、マニュアルの時はフォーカスリング回すだけでピント拡大しますけど、オートフォーカスでもちょっと確認したいなという時はこれを割り当ててます。あとレンズのフォーカスホールドボタン、G レンズ、GM レンズには基本ついてるんですけど、これ AF オンにしているので、両方の手の親指どちらかで AF が合わせられるっていうような設定にしてます。そしてダイヤルですね。ダイヤルの配置は私マニュアルで撮るときは動画と写真と両方合わせるようにしてて、人差し指側の前のダイヤルを絞り値、で後ろの親指のダイヤルを ISO 感度、露出補正ダイヤル、カスタマイズ可能になった部分は露出補正のままにして、後ろの背面ダイヤルの方に、シャッタースピードを割り当てるということで、これで、3つ操作しながらにはなるんですけど、絞り優先モードとか使うとこの露出補正が使えるのかなというところなんですよね。ちなみにこの露出補正ダイヤル、これに何を割り当てられるのか、露出補正もありますし、絞り、シャッタースピード、ISO感度っていう基本的なものも全部割り当てることができます。そしてホワイトバランス、これの色温度を割り当てることができたり、クリエイティブルックを割り当てることもできます。フォーカスエリアだったり、操作カスタマイズ未設定と、動かないようにするということも可能ではあるんですね。本当はズームとかを割り当てられれば最高だったのになっていうのはちょっと感じてしまいます。そしてファンクションのメニュー設定、これですね。静止画と動画で両方別々に設定することができます。
で、独立設定というものがありまして、これですね、独立設定のチェックを入れたものだけが静止画と動画別々に設定できますよということになります。で、動画撮るときに動画の撮影ボタンしっかりあるので、これは標準でオフしないになってますけど、シャッターボタンで録画を開始するっていうことは、これをするにすればできるようになります。で、次はダイヤルカスタマイズ。ダイヤルの方向とかを変えることができるんですよね。どっちに回せばプラスになるかマイナスになるかっていうのを変えることができます。続いてタッチ操作。これもですね、静止画で使ったりすることあるかなというところなんですけど、タッチパネル、タッチパッド両方有効ということで、何のこっちゃとなってますが、タッチパッドとして使うときはですね、これ、右半分をこうタッチしながら、フォーカスのトラッキングの、被写体を選んだりとか、ピント合わせる場所を選んだりとか、そういったことがスムーズにできるようになるんですね。ちなみに今は外部出力してるんで、こちらの撮影のタッチ機能グレーアウトされてしまってますが、ここでフォーカスを選ぶっていう設定ができます。で、ファインダーとモニターですね。これが、モニターの明るさだったり、ファインダーのフレームレートだったりを変えることもできます。フレームレートを高速にすると、ファインダーの動きが滑らかになるので、動き物撮影なんかにはいいですよね。その代わりバッテリーの減りがちょっと速くなるかなというデメリットもあります。そして電源オプション。これ結構重要なんですよ。特に重要なのは、この自動電源オフ温度。これを高にしておかないと、長時間の録画で止まってしまうっていう、高にしておくとかなり本体が熱くなっても録画が止まらないので、これは基本的に高にしておいた方がいいのかなと。ただ動画一切撮りませんよとか、静止画だけの方はここは別に低でもいいのかなというところですね。そして外部出力。今ちょうど外部出力して撮影しているところなんですけど、この HDMI 情報表示をなしにすると、映像だけが外部に行くと。で、ありにするとこういうメニュー画面だったり、このファンクションのですね、情報だったりが非常に表示されるということです。最後、セットアップオプションということで、細かな、その他のものっていうのが入ってますね。アンチダスト。これ、センサーシフト式でクリーニングを行ってもらうとか。あと、ここですね。すごい大事です。電源オフ時のシャッター。これ、入りになってて、電源オフにしてレンズ交換するときはシャッター閉まってるっていうモードなんですよね。これが、なぜかデフォルトでは切りになっているので、まず真っ先にここはやっておきたいポイントだとは思います。ということで、静止画としては以上ですね。じゃあ、このレバーを切り替えて動画モードにしてみましょう。はい、動画モードにすると、画面表示若干変わりましたね。で、これでメニューに入ると、ちょっと変わってるところが、これ、撮影の画質設定のところのアイコンが、シネマカメラ、ムービーカメラのアイコンに変わります。で、画質もある程度この動画の画質設定に変わってくるんですよ。で、この中で気をつけるべきポイントとしては、動画の記録方式を 4K にするか HD にするかと、そして動画設定。この記録フレームレート 30p。今 4K30p にしてますけど、これ 4K60p にした瞬間にスーパー 35mm APS-C サイズにトリミングされてしまいます。ちょっとやってみましょう。これ 60p にしました。で、4K ですと。で、元に戻ると、もう拡大されているというかトリミングされているのがお分かりでしょうか。もう一回元に戻してみますね。これを 4K の 30p こちらに変えます。そうするとフルサイズの画角に戻るという状況なんですよ。これ強制的に変わるので、ちょっと注意必要かなと。あとスロー&クイックですね。これは、すごく難しいというか、最初分かりにくいなと思うんですけど、記録フレームレートとフレームレートを別々で設定すると。で、今は60p でカメラ内部で撮って、それを 30p に出力するということで、2倍のスローモーションができるようになっています。で、ここを60、60だと全くクイックもスローもないんですけど、ここを例えばですね、2fps とかにすると30倍クイックモーション。非常に素早い映像というか、ほとんどタイムラプスのような感じになるのかなと。続いて、プロキシ設定。
これはですね、パソコンのスペックにちょっと自信がない方は、同時記録でプロキシを入れておくことをお勧めします。プロキシっていうのは、もともと撮影している大きなファイルの他に、ちょっと画質を落とした軽いファイルを一緒に作っておいて、それを後でソフトの中で置き換えるっていう機能ですね。でここ、レンズ補正。この中にですね、ブリージング補正が入ってます。これデフォルトではキリになってますんで、イリにして、そうすると若干トリミングはされるんですけど、煩わしいブリージングっていうのがなくなるよという、これも α7-4 独自の新機能になりますね。もう映像の方の設定だと、この画質の方だけで結構選ぶポイントがいっぱいあるなというのがわかるかと思います。次に大事なのはこの音声記録でしょうか。で、音声記録、録音レベル。録音レベルっていうのも結構これ、大事かなと。その都度、ある程度設定しておかなければいけないのかなっていうところではあるんですよね。で、この風音低減っていうモードがあるので、一応オートにしておいた方がいいのかなというところなんですけど、これ内蔵マイクに対してだけの機能になります。で、この上に載せるマイクをつけたときは、ここの音声設定という画面が使えるようになります。で、ここでチャンネル表示をしたりとか、例えば XLR アダプターをつけると4チャンネル同時録音することができるので、そこの設定がここに入ってきます。映像業界で使われる方は、これタイムコードの設定というのもありますので、ここも要チェックですね。で、手ブレ補正。これもですね、動画の時は結構重要で、これ見てください。手ブレ補正アクティブとスタンダードっていうのがあります。アクティブにすると若干トリミングされるんですけど、手持ちでもしっかりとブレを抑えてくれるので重宝しますよ。あとこれも結構使う機能かなというところで、ズームですね。超解像ズームを使ってこの映像を拡大したりとかすると思うんですけど、そのズームの時のスピードを変えられたりとかします。あまりにもグイッグイって変えちゃうと映像としてはすごいせわしない感じになってしまうので、ゆっくりすることっていうのは結構あると思うんです。で、こういった Bluetooth のリモコンでもですね、これプラスマイナスって言ってズームの機能あるんですよ。で、私 FX3 ではこれ使ってて、こうやってリモコンをやるとスースーっと拡大とか縮小とか、これレンズが動いてるわけじゃなくて内部の超解像ズームでやってるんですけど、それと同じことの設定なんですよね。このリモートズームスピードで、速いとか遅いとかっていうのを設定することができます。で、露出、色に関しては静止画とほぼほぼ同じなんですよね。で、続いて、動画の時の AF。これはやっぱり静止画とはちょっと考え方が違うんですよね。で、この AF トランジション速度、乗り移り感度っていうのがあります。で、このトランジション速度をぐっと遅くする、ちょっと遅くなったのが分かりますかね。動画の時にキュッキュッと速く動くのも悪くはないんですけど、演出でちょっと遅くするっていうやり方も大いにありかなと。標準では5になってます。で、乗り移り感度。これは敏感、粘るということで、写真の時と同じですね。一つの被写体をしっかりと追って粘っていきたい時、もしくはパッパッとすぐに AF 切り替えたい時は敏感にするということですね。それ以外はあまり静止画とは変わらないのかなというところです。で、これ動画でもですね、ちゃんと鳥の AF 効きますんで。続いて、ここも新機能ですね。動画の時のピント補助のところにフォーカスマップっていうのがあります。これ入れてみましょう。で、そうすると、こんな映像になるんですよね。ちょうどピントが合ってる部分が何も色がついていない部分です。で、赤くオレンジ色に表示されているところはピントが合っているところよりも前。青く表示されているところはピントが合っているところよりも後ろという、そして色の濃さでどのくらいの距離離れてるかっていうのを表しているんですよね。本当にシビアにピントを合わせたいときはこれを入りにすると、視覚的に分かりやすいのかなというところです。で、後の項目はある程度共通になりますね。この下のアイコン3つっていうのが変わってないのがお分かりでしょうか。上の部分はこのシネマカメラというか、フィルムカメラのようなアイコンに変わってるんですけど、
下は一緒なんですよ。なので、ここの設定は全く同じになるので、写真の時に設定したものをそのまま使うんであれば、このままで OK です。はい、ざっくりとお伝えしたんですけれども、かなり設定する項目多いんですよね。その分自分好みにカスタマイズできるっていうのはわかるんですけど、初心者には若干とっつきづらい印象もあるかと思います。私のおすすめとしては、一番最初は、そんなに操作変えないで、使っていて、ここのボタンこうしたいなと思ったところを順番に変えていけばいいのではないかなと。ただ、フォーカスブリージングやフォーカスマッピングなどの新機能はデフォルトでオフになっているので、それを使いたい方は真っ先に設定しておきましょう。この辺が注意ポイントでしょうかね。参考になりましたでしょうか。この動画良かったら、いいね、高評価、それとチャンネル登録もぜひお願いします。α7-4、動画にも静止画にも両方いいとこ取りのカメラなので、本当に使ってて楽しいですよ。それでは今日はこんなところで終わりたいと思います。ではでは。